おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生は4日もかけて車をピカピカに磨き上げたのに、ホイールが微妙だといまいち引き締まらないですよね。おしゃれは足元からということで、今回はホイールの塗装をやっていきたいと思います。久々の塗装ですね。今の現状はというとこんな感じです。経年劣化で塗装がひび割れてきちゃってクラックが入っています。スポークの部分もリムの部分ももう全体的に塗装はこんな感じになっちゃってます。ハブの部分とかナットの取り付け部分、ここはシルバーの塗装まで剥がれちゃってアルミの地金が見えてます。もうペリペリね、簡単にここ剥がれます。こうやって何かこういう道具でこすってあげると、もう簡単に塗装がね剥がれてくる。こんな状態です。この間トヨちゃんのホイール作業やった時に近いかな。あそこまではひどくないけど、あのぐらいになるのは時間の問題っていう感じです。フロントのホイールだけじゃなくて他のホイール、リアのホイールとか、あとスペアのホイールとか、基本的にみんな同じような状態なので、全部削ってきれいに直していきたいと思います。幸いなことにリムにはね全然傷がないです。ここ1箇所ちょっと傷入ってるんですけど、それ以外ガリ傷とかそういうのは全然入ってなくて、タイヤがね結構扁平があるから、ここがリムガードになって、こっちにはねガリ傷がそんなに入らないみたいです。それが不幸中の幸いかな。あんまりガリ傷ひどいとそれ直すのも大変だったりするんで、ホイールの歪みとかもなさそうなので、塗装を剥離してきれいに塗り直せば大丈夫そうな感じです。整備工場持ってってタイヤだけ外してもらってきました。で、今スーパーセブンはこんな状態です。じゃあまずはここについてるバルブ外して、で裏側のウエイトとかも全部外して一回きれいにしていきます。これダブルナットで止まってるからナットを外してあげて、よいしょ、はい、取れました。そして裏側ウエイトも外しちゃって、他のホイールも同じようにバルブ外してウエイト外してやっていきます。とりあえず全部バルブとウエイトと剥がし終わりました。裏側の状態としては悪くないですね。裏はクラックも入ってないし、もちろん傷とかも全然ないので、掃除してペーパーで足付けして塗装できるようにしてあげれば、塗装は全部剥がす必要ないかもしれないです。表側はねちょっと状態良くないですけど、裏側は全然悪くなさそうなんで、他のホイールも全部同じ状態です。あ、これスペアタイヤだ。これスペアタイヤだから、これはもともと裏側綺麗です。よいしょ。思ってたよりアルミの状態悪くなさそうだから、ちょっと一回削ってみます。それによって作業のやり方だいぶ変わってくるんで、トヨちゃんのホイールだと剥離剤使えなかったけど、ワンチャンこのホイールだったら剥離剤で塗装を剥がせるかもしれない。めちゃくちゃ攻撃性高いんですよ、この剥離剤って。でも今回のホイールだったら使って大丈夫かもしれない。っていうか大丈夫だ、いけるいける。そこまでひどくないから、最初これ削り落として
全部やろうかなと思ってたんですけども、思った以上に状態良かったので、剥離剤使って塗装の剥離やっていきたいと思います。よかった。思ってたよりも状態良かった。これはラッキーだ。マジでね、剥離剤ね、やばいんですよ。アルミもね、ボロッボロになっちゃうし、下手に使うとなんか余計にひどいことになっちゃうから、今回のこのホイールもダメかなと思ってたんですけど、思ってたより状態が良かった。そしたら剥離剤で塗装の剥離やっていきます。よいしょ。素手で触るのは厳禁ね、これね。珍しく完全防備状態。いつも有機溶剤触るときこんなにちゃんとやらないんだけどね、皮膚についたりするともう大やけどになるから。これね、特殊訓練受けてても普通に素手で触れないやつ。先にこの塗装にちょっと傷入れときます。そうすると剥離剤の染み込みがすごく良くなって、簡単に浮き上がってくるようになる。よっしゃ。それじゃあ剥離剤塗っていきます。ハケにつけて、ただこう塗っていくだけ。あ、ハケが汚いんだなこれハケが汚いだけで、剥離剤自体はこういう青っぽい色です。こんなに汚れてはいない。匂い的にはね、パーマ液みたいなのをめちゃくちゃ強力に臭くしたような匂いがします。絶対体に悪いよなっていう匂い。成分はアルカリ性なので、本当にね、危ないやつです。下手な酸性の液体より危ないからね。って言ってる間にこうやって塗ってると、多分ね、端っこの方が、ほら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 、浮き上がってきた。喋ってる間にもう塗装が浮いてきた。こんだけ、もうすぐですよ、すぐ。傷入れたからね、余計に浮き上がり早いですね。もうモコ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 ってくる。あ、こっちももう反応出てる、ほら。で、塗って、本当はこの後ラップで包んだりとかして、溶剤が乾かないように包んであげるといいんですけど、ちょっと形状複雑だからね、今回ラッピングはなしで、このまま反応を待ちます。さあ、5分経ったので、今度はこれ剥がしていきます。もうヘラでね、こうこそぐと簡単に剥がれていきます。ほら、ペロンって。こんな感じで一回全部剥がし落としちゃいます。ワイヤーブラシの方が楽だ。おまけに傷も入るから、これの次また剥離剤塗るのが楽になるな。よいしょ。そして2回目また塗っていきます。2回目塗るとこんな感じです。まだ塗装が残ってた部分、こういうところが反応して縮れてますね。剥離剤で2回塗装剥がしをやってこんな感じです。まだ塗装残ってるんだけど、まあまあいい感じじゃないでしょうか。あんまりやりすぎてアルミにダメージが残っても嫌だから、ちょっと控えめに
このぐらいでやめておきました。多分もう一回剥離剤塗ればちゃんとね綺麗に全部剥がし終わると思うんですけど、まだちょっとこの状態だとみすぼらしいね。ということで、残ってるこの塗膜、このベロ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 した塗膜、これはサンドブラストを使って仕上げていきます。この間トヨちゃんのホイールやった時にね、これは手作業じゃ無理だと思ったから買いました。ほんとね、文字の部分とか手作業じゃ無理。これここの刻印のあるこの文字の部分とか、あとこのナットの取り付ける穴の中とか、ほんとね、手作業じゃ限界があるからサンドブラストでやっていきます。ブラストかけ終わるとこんな感じになります。めっちゃ綺麗になった。そして足付けもすごく楽。ブラストのデコボコが塗装の食いつき良くなってくれるんで、ペーパー当てたりとかしなくてもいい。この辺の文字のところとかね、絶対ペーパーで足入れられないですから、ブラストでこんだけガサガサになってれば塗装の食いつきはすごく良くなると思います。あとここホイールナットの取り付け部分とか、この穴の中ね、ここもすごくいい感じ。そしたら次、下地用の洗剤で洗っていきます。まだどっかしらに剥離剤の成分が残ってるかもしれないし、それが後々塗装が剥がれてきたりとかする不具合になったりする可能性もあるから、きっちりきれいに洗っていきます。残り4本のホイールも同じように作業をやっていきます。映像は同じ作業の繰り返しになるんでスキップします。やっと終わったー。丸2日塗装剥がしやってました。でも頑張った甲斐だけあってね、めちゃくちゃ綺麗に塗装を剥がすことができました。1本あたり3時間ぐらいかな。スペアタイヤもあるからね、計5本作業やってたのでめちゃくちゃ時間がかかりました。ただこの辺の文字がついてるところとかはサンドブラストでやったからめちゃくちゃ綺麗になったし、ここまで下地がきっちりしてれば塗装の仕上がりもかなり綺麗にできそうな気がします。そしてちょっと作業を進んでマスキングまで終わってます。こんな感じで塗装しない部分はマスキングして塗料がつかないようにして、タイヤのビードが当たる部分は段差にならないようにこんな感じでバックテープでね見切ってます。そしてナットの取り付け部分もマスキングをして、ハブの取り付け面もマスキングをしてあります。この辺はホイール取り付けた時にナットが緩む原因になったりするのでマスキングしてます。鉄鎮ホイールとかだとそんなに気にしなくてもいいんですけど、アルミだからね、塗装の食いつき悪くて剥がれてきたりとかもするし、あと塗ってからすぐに車に取り付けるので、塗装の収縮とかいろいろな要因があって、今回はマスキングして塗ることにしてます。塗ってから1ヶ月とか2ヶ月とか放置すれば塗装もしっかり締まるから、そこまで気にしなくてもよかったりもするんだけど、安牌ということでこんな感じになっております。そして塗装は、いつも通り台に吊るしてこんな感じで塗装していきます。でスペアタイヤあるから5本塗らなきゃいけなくて、ちょっと無理やりな形でね、組んであるんですけど、こっち側は落っこちないようにただの重りなんで、このホイールは関係ないです。それ以外のホイールはこんな感じで吊るして塗装をやっていきます。でまずはアルミホイールなので塗装の食いつき悪いから密着ロンを塗ってからサフェーサーを塗っていきます。塗装する前に先に脱脂をしなきゃ。脱脂してから塗装ですね。こういう風に台に吊るしておけば表と裏とまとめていっぺんに塗装することができるから、マスキングも楽だし、塗った時裏側に塗装が飛び散ったとか、マスキングちゃんとできてなかったとか、そういう不具合の可能性も減るから、この塗装方法が一番いいと思います。
それじゃあ密着ロン塗っていきます。パターンとかはちょっと細めにして、形状が複雑だからこう突出量とか調整して、いつもよりこう絞った状態で塗っていきます。このぐらい。はい、それじゃあ密着ロン塗って30分乾かしたんで、次、サフェサ塗っていきます。はい、サフェサ入れ終わりました。長かった。ここまでの道のり長かった。でもようやく第一段階クリアって感じで、あともう一踏ん張りですね。塗装剥がしは頑張ってやった甲斐だけあって、やっぱりサフェサ入れるとすごく綺麗な感じになりました。塗装剥がしがいまいちだと、こういう角っこの部分に粗が出てきちゃったりしますからね。頑張っただけの甲斐はある。そしてこの緑色の部分、これはラッカーパテです。巣穴とかピンホール、これアルミがね、ちょっと出来が良くないのか、ところどころこうプツッとこう穴開いてて、巣穴みたいなのがあったんで、そういうのはラッカーパテつけて拾っておきました。こっちのホイールも結構ね、あったんですよ。このリムの部分は傷です。これは傷。だけどこっちのスポークの部分とか、この辺は巣穴でしたね。こっちのホイールもそう。巣穴がプツプツって開いてるの。サフェサ入れてからしっかりと焼いて熱硬化させたので、これから研ぎを入れて上塗り塗装ができるように下準備を進めていきます。サフェサ綺麗に見えるんだけど、よーく見ると塗装の肌というかこうザラザラした感じが若干あるので、こういうのがなくなるように600番のペーパーでツルッツルに磨いていきます。このまま研いでも、こうやって研いだとしても、研げてるか研げてないかが分かりにくいので、ラッカースプレー、缶スプレーの黒を塗ってガイドコートとして研いでいきます。薄くこんな感じでかけてあげて、これで乾いたところをこうやってペーパーで研ぐと、ほら、研げてるかどうかが分かると。でこうやってよく見ると、研げてないところにはこうやってこう黒い塗料が残るので、こういうのがなくなるように綺麗に研いでいきます。使っていく番手は600番。これで研いでいきます。あともう一踏ん張り。このホイールさえ研いでしまえば塗装ができるので、もうちょっと頑張りましょう。ホイール研ぎ終わりました。ツルツル。めちゃくちゃツルツル。これだったらメタリックがモコモコしたりとかしないから大丈夫じゃないですかね。めちゃくちゃ綺麗。裏側はこんな感じです。裏も同じくツルツルです。で、ホイール1本研ぐのにだいたい1時間ぐらいかかったかな。めちゃくちゃね、研ぐの大変でした。ダブルアクションとかこう機械でね、こう研げないから、もうすごい複雑な形状してるから、もう全部手作業ですね。手作業でこうシコ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 一生懸命頑張ってホイールを研ぎました。で、僕ホイールを1本研ぐと他のホイールも全部研ぎが終わるという特殊能力を持っているので、これから塗装やっていきたいと思います。塗っていく色はシルバー。元のホイールと同じ色です。これホイールをね、塗装剥がす前に調色やってました。
調色やっていきます。ホイール全部塗装するからそこまで色しっかり合わせなくても、まあある程度メタリックになってれば違和感出ないんですけど、そうは言ってもやっぱり元塗装やそれなりにちゃんと色合わせたいんで、色合わせていきます。一応メインで使っていくのはスノーメジアムメタリック。若干ギラギラ感がありながらもだけど結構目が細かい、そういうメタリックだったので、まあこういうメタリックを選びました。これでちょんちょんとつけて、悪くはないけどまだ結構ね黒っぽい、メタリックっぽいっていうのかな、まだちょっとメタリックっぽいような黒っぽいようなそんな感じなので、ここに白とか青とかいろいろ入れて色を合わせていきます。お、だいぶいいとこ来たんじゃん、一発で。かなりいいところに来た気がする。メタリックが白くなりましたね。青白くなった。乾くともうちょっと黒くなるんで、少し乾かして様子見かな。ちょっと行き過ぎたんでメタリックで戻します。さすがに白かった。色のね浮き沈みがあるから乾くとね色味変わるんですよ。特に白が入ってるやつとか。朝食終了。やっと塗装ができる。ようやく下地処理から解放されました。もうここまで終わってればね9割方終わったようなもんですから、あと塗装して乾かしてタイヤ組んだら車に組むだけなんで。やっと塗装。ほんとね下地処理大変だった。塗装剥がすのもそうだし、サフェーサー研ぐのもそうだし、機械で作業できないからね、よっぽどドアとか車のボディの下地処理やってる方がよっぽど楽です。マジでこのホイールの下地処理大変。カスタム塗装とかなんかホイール塗ってる人すごいですよね。これ毎回やってるんですもんね。そう、この後うちのチャンネル塗装タイムっていう掛け声があるんですけど、あの塗装タイムはね下地処理から解放されたっていう喜びから生まれました。ダッシュしていきます。それじゃあこれから塗装なんで、この今使ってるカメラ汚れるとちょっと困っちゃうんで、古いカメラ、こっちのカメラに切り替えたいと思います。切り替わりました。さあお待たせいたしました。長かった下地処理が終わり、やっと塗装です。見てる方もね大変だったと思うけど、やってる方も大変なんですよ。つまらない下地処理の映像から解放されたっていう気持ちを込めてあの言葉いきましょうか。それでは皆さんご一緒に塗装タイムいってみよう。まずはタッククロスでホコリ取ります。まずはベースコートのメタリック塗っていきます。単管パイプをきれいに掃除するの忘れて、ホイールをくるくる回してるとこういうゴミがね降ってきてこの辺に乗っかっちゃって、ちょっとゴミだらけになってしまったので、ホイールを回しながらは塗らずにもうこのままの状態で塗っていきます。
動かさずにこうガンの向きを変えてうまいこと塗っていく感じで、完全に忘れてたね、この単管パイプ掃除するの。こっちのアングルに乗っけてるやつはこれ自体が錆びててちょっとねゴミだらけな感じに見えますよね。回してるとね全部降ってくるんですよ。完全に塗装前に準備する段階で忘れてた僕の失敗です。サフェーサー塗るときはねそんな気にならなかったんですけどね、やっぱ色を塗るとなると目立ちますね。あんまりゴミ飛ばないようにちょっとエア圧下げていこうか。ちゃんと単管パイプもきれいにしておけばゴミそんなつかないんで、この塗り方めちゃくちゃいいんですけどね、すっかり忘れてた。ベースのシルバー塗り終わりました。めっちゃ綺麗。やっぱり回さないで塗るとねゴミつかないですね。ということで次はクリアもホイール回さずに同じようにこのままの状態で塗っていきます。塗装終了。綺麗に塗ることができました。形状複雑だからねすっごく塗りにくかったですけど、でもバサついたりとか垂らしたりとかもせず上手に塗れたんではないでしょうか。本当はホイールをくるくる回しながら塗る予定だったから、回して塗装すればもっと簡単に塗れたとは思うんですけど、それでもどうにかちゃんと塗ることはできたので良かったです。もちろんホイールの裏側もこんな状態、綺麗に塗れています。いいね、いいですね。いやよかったよかった。もちろんホイールの裏側もツルッツルにちゃんと塗りました。ちゃんとクリアも入れてツルツルにしたからブレーキダストとかの付着もだいぶ抑えられるんじゃないかな。他のホイールも綺麗です。綺麗です。さっき映してたホイールだけが綺麗なわけじゃない。はい、安心してください。ちゃんと全部綺麗に塗ることができました。で、まだ塗ってからね、30分ぐらいしか経ってないので、まだちょっとね、塗装が乾いてないというか、ちょっとまだペタペタするような感じがあるので、このまましっかりと塗装を乾燥させてからタイヤを組んで、車に組み付けをやっていきたいと思います。じゃーん、整備工場でタイヤ組んできてもらいました。ジムニーはタイヤいっぱい乗るからいいね。よいしょ。今回履かせたタイヤは至って普通の夏タイヤです。強いて言えばウェットのグリップ、排水性能の高いタイヤを選んでみました。メーカーはね、グッドイヤー。ハイグリップタイヤ履かせるのも考えたんですけど、まあ基本的に街乗りしかしないし、あとこの車ハイグリップ履かせるとタイヤからの入力が強すぎてアームがね割れるっていうんで、ここのアームの取り付け部分、この溶接してある部分がね割れてダメになるっていうんで、無駄にハイグリップとかは履かせずに普通のタイヤを選びました。ちなみにホイールのウエイトはこんな感じ。めちゃくちゃバランスは良かったみたいです。
削ったり塗装を剥離して塗り直したりしたからバランスが変わることはありませんでした。そしてホイール垂らさずに綺麗に塗れたって言ってたと思うんですけど、一箇所垂らしてました。ここです。このホイールの上の方からこうツーッと垂れてきてる雫になってます。ということでこれからここを直していきたいと思います。まずはこのクリアが溜まって高くなってる部分、これをカッターで削って平らにしていきます。上手に塗れたと思ったんだけどな、ダメでしたね。幸いなことに垂れてる部分は本当にここ1箇所だけだったので、ここを直せば OK だから、それは良かった。他のホイールもダラダラになってたらね、ちょっと大変だったんですけどね。よかった1箇所だけだから。多分この向きで垂れてるからこっちが下だったんですよね。だから単管パイプがここにあってちょっとこう塗りにくい場所だったんだね、きっとね。この時カッターの刃の当てる角度間違えると角っこが入って傷がつくので、そこだけ注意して真っ平らになるように削っちゃいます。そうするとね、こんな感じで指で触ってもわからないぐらいの段差にできます。そしたら仕上げにペーパーで削った後を平らにもう少し滑らかにしてあげて、そしてコンパウンドで磨いていきます。ここ機械当てると多分この辺とかね、余計なところに機械ぶつけて傷とか塗装めくっちゃったりとかしそうだから、手磨きで頑張ります。垂れてた場所が治りました。ここの筋になってたのもなくなりましたね。ちょっとね磨きすぎてここツルツルになっちゃったけど、ホイール組んじゃうと分からなくなるから大丈夫でしょう。それじゃあタイヤ組んでいきます。よいしょ。めっちゃ綺麗。いいじゃん、かっこいいじゃん。よいしょ。オッケー。ということでホイールの修理完成です。めちゃくちゃ綺麗になった。最初のひび割れてたのとは全然やっぱり印象が違いますね。もちろんホイールの裏側もめちゃくちゃ綺麗。よし、塗りたてだからね、ブレーキダストすらついてなくてめちゃくちゃ綺麗。ということで今回はスーパーセブンのホイールの塗装をやりました。クラック入ってたからそっから水吸ってこのホイールの素地アルミ自体で錆が進行してたりしたら剥離剤使えなかったからね。でも今回幸いなことに剥離剤使って塗装を剥がすことできたからほんと綺麗に作業できたし、あとサンドブラストとかも新しい機材導入したからね、ほんと綺麗に仕上げることができました。ただ塗装自体は元々のイメージ崩さないように同じシルバーで塗っちゃったからなんか直した感とかは全然ないけど、でもやっぱり車が綺麗になったのはねパッと見でわかるからね、車の印象だいぶ良くなりましたね。あとスペアタイヤ、あれタイヤがバッキバキでね見た目悪かったからそれも綺麗になったから、相当車の完成度が上がったんじゃないでしょうか。で今回のタイヤは回転方向とかあと表裏とかそういうののない、タイヤなので
スペアタイヤ含めて5本でローテーション組んでタイヤが履き替えていけるやつなんで、お財布にも優しいし、どこに履かせても大丈夫なスペアタイヤだから、今回のスペアタイヤはお飾りじゃなくちゃんと履けるタイヤです。今までやり残してきた作業を少しずつ消化してって、やっと車が完成形見えてきたので、もうちょっとでこの車完成です。僕の中での完成が見えてきました。ぜひこの車の完成形、最終的な仕上がりが気になるという方はチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。